はい、というわけでメカトロテックジャパン2023に来ました。はい。4年前の悪夢再びみたいなね。いや悪夢じゃないですね。悪夢じゃない。4年前はもう大変だったのよ。この前行った時ね、この前ってもう何年か前だけど、一つのブースにまず取材交渉をするのに最低30分かかったんですよ。無名の頃だったんでね。無名でね。で、まあ非常に時間かかって何社かほんの数社程度取材したみたいな感じなんですけど、今回日本物流新聞オンラインさんの、ご提供ということで、今回動画を撮らさせてもらえると。はい、でブース数多すぎるんで、またピックアップしてもらっていくつかのブースを回らさせていただきます。それでも10社でしょ。10社。我々1人だったら1人っていうか我々のねリソースだけだったら10社できなかったから、はい、もうすでにねもうアポ取ってもらってるということで、はい、非常にスムーズな撮影と、そう断られることがないんですよ。はい、で前回ジムトフの時にもやったんですけど、その時はね、1本で40何分撮ったんですよ。はい、で長すぎたんで今回は前編後編というふうにしようと思ってまして、2本撮りでいきたいと思いますので、ぜひ、見てくださったらなと思います。よりすぐりのはいじゃあ行きましょう。はい、牧野フライスさんのブースにやってきました。お久しぶりでございます。お久しぶりです。ようやく DA500 見れるんですね。あそこにね DA500 発表させていただきました。そしてなんかちょっとお金かけて用意してもらってるんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。前の動画では見れなかった DA500。はい。早速初展示ですよね。初展示。そうです。早速見させていただいていいですか。じゃあこれからご紹介します。めっちゃでかいですね。二回りぐらいでかい。こんなでかいとは思ってなかったですけど、二回りぐらい。まあ DA300 より一回り大きい機械というコンセプトで作ってます。なるほど。動画は出したけど、私らこれ初めて見たということで、まあちょっと説明いただきたいんですけど、まあ何がアップデートされたのかとか。そうですね。まず今機内でデモ加工をしているんですけど、こういった俊敏な動作が可能な機械になってます。でこの後、弊社の方で新たに追加した詮索機能の動作もご覧いただけます。じゃああれのつやつやした中心を詮索でやってるんですか。そうですね。なるほど。ちなみにこれ何の部品ですか。これは、半導体製造装置のチャンバー部品になります。なるほど。ヘールみたいなのもそうですね。はい。でテーブルの回転速度は最大で800ということになってます。主軸もアップデートされて、そうですね、今回この機械に合わせて、新設計の本機械は2万回転主軸を搭載しています。牧野さん、主軸にはこだわりが並々ならぬレベルであるんですけど、さらにアップデートしてきたと。アップデートしました。なるほど。小さいからね、主軸ね。そうですね。従来の比較するDE500と比べても出力が出るようになってます。かつ主軸の先端径っていうのは実は細くなっている。細くなっても出力が出るというような設計で作られています。いや小さい方が絶対いいですもんね。干渉とかやっぱ気になっちゃうんで。ご実家は特に。まあ分かってるけどね、できるかどうかっていう話でねやってきたっていうね、また上級したところなんですけど、500の方、ここにね5800みたいな書いてますんで、まあ模型ってことですよね。小さくしたっていう。このようにさまざまなお客様に合わせて、いろいろなバリエーションのパレットマガジンっていうのを弊社でご提供できます。こちらのように、こちら標準仕様になるんですけど、680パイが最大であれば、これが6枚のパレット。逆にもっと大きい枠をいっぱい加工したいというようなお客様には800パイの4枚パレット。逆にもっとうちはちっちゃい枠で、たくさんパレットを持ちたいというようなお客様には、550パイの8枚パレット、ちっちゃくないですけどね。550 DA300 よりも大きいけれどもっていうことですよね。DA300 がフォローしていないところで、さらには、うちは800パイもやりたいし550パイもやりたいよと。わがままなね。そういった時にこういった5枚最大枠の違うパレット。これ買うときに決めるんですか。そうですね。じゃあいろいろ幅広く対応できると。DA300 がありました、DA500 がありましたで、もうフォローするレンジはかなり広くなったと。そうですね。なるほど。今回メカトロテックジャパンに来れなかったお客様もですね、この後DA500 の発表展示会というものを全国で実施する予定になっておりますので、こちらの方にも今回来れなかった方はぜひ
足を運んでいただけるとありがたいです。はい。まあこの迫力をね、ぜひ見ていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画はものづくりの世界を深く楽しく分かりやすくお伝えするものづくり動画専用ポータルサイトものくえの提供でお送りしています。はい、ブラザーさん来ました。はい。馴染みのある。馴染みがある。このね色には非常に馴染みがあるんですけど。はい。はい。というわけでね、ただ馴染みのない形しているということで。はい。これは何でしょう。はい。こちらはですね、弊社の新製品であります、横型のマシニングセンター H550XD1。ざっと機能なんかを聞いていきたいなと。特徴とか。まずはですね、特徴としても見た目から分かるようにですね、非常にコンパクトな設置スペース。大体ですね、これが1560ミリぐらいの寸法になってます。なので、かなり設置スペースとしてはコンパクトになってます。普通の横増しのスペースにこれ何台並ぶねんぐらいの、そうですね、大体設置スペースとしてもその全体で見たときに、40番の大型のマシニングセンターと比べても 20% 削減とか、そういう機種にもよるんですけれどもありますんで、何台か並べたときには確実にコンパクトになっていくっていうところはあると思います。やはりスピーディオといえばそうですね、工具互換であったり割り出しのスピードっていうところは速いので、従来のですね大型の40番の横型に比べれば確実に加工のスピードであったり、工具交換のスピードっていうところは、速くできると思います。なるほど。で一応テーブル側がですねビージクテーブル搭載してまして、360度ですね任意で、1000分の1度で割り出しができます。1000分の1度？はい。なので他のメーカーさんですと割り出しの角度が決まってたりっていうケースもありますので、こちらはですねお客さんの加工ワークプログラムに合わせて、割り出し自由にできるっていうのは非常にメリットかなと。なるほど。はい。なんか5軸級の割り出し角度になってますね。そうですね。なるほど。で割り出しの、旋回径としては、600ミリございまして、工具の干渉であったりとか、軸の干渉っていうところを、気にしていただければ最大800ミリまで、振り回すことができます。このサイズで？そうですね。なのでコンパクトなんですけどかなり、やっぱり横型のマシニングですので長物の、単面の加工っていうところにも対応できるような、スペックにはしております。なんで小さい横増しを作ったんですか？こちらはですね、従来やっぱりなかなか BT30 番で横型のマシニングってなくてですね、ただ時代の流れ的にその EV 化であったりだとか、アルミの大型のワークっていうのが増えてきてるっていうところで、やっぱりアルミのワーク30番で加工するっていうそのイメージっていうのはあると思うんですけど、それをですね、なかなかやっぱり横型で加工しなきゃいけないものとなると40番の高価な機械で加工しなきゃいけないっていうお客さんの選択肢としてもうそこに行くしかないっていうところを、我々としてはやはり30番でいろいろな加工の提案っていうのをしていきたいので今回この横型のマシニングセンターを出させていただいた。なるほど。EV でアルミの大型部品、そうですね、そこにも挿していくということですね。量産もいけると。そうですね、量産でガンガン使っていただければと思います。でね、思ったんがね、主軸向こうなんですよ。っていうことは加工点向こうじゃないですか。そうですね。めっちゃ見えへんやん。目隠しで操作するみたいな。いやもうそれは心配なくてですね。操作段取りに関しては横側に段取りできるような扉と、そうです。操作パネルがございます。こういうことですね。こちらですね。はい。こっちが操作パネルで、操作パネルとあと工具の脱着っていったところもここを開けますとこちらで工具交換を。めっちゃ段取りしやすいやん。ここでもう取ってつけてできるって。で加工点も見えるわけですね。そうですね。めっちゃ考えられてる。話題になってましたよね、これ。そうですね。もうつい先ほどもね撮影前も結構人だかりがあったんですけども、やっぱり展示会出させていただくとかなり人だかりでもう注目いただいてる機種になってますんで、展示ルームにはね置いてはると思うんですけど、大きい展示会ではこれが初ということで、注目度抜群のブラザーブースでした。はい。ありがとうございます。はい、シギア世紀さんのブースにやってきました。あまり我々馴染みのない。そうですね、ちょっと勉強不足で、どんな感じの機械なんでしょう、これは。こちらが、CNC 変身ピンポリゴン検索版といいまして、ポリゴン検索版。ポリゴン検索版あります。ポリゴン加工機は聞いたことあるけど、検索版になります。砥石で別の、もともと検索版は丸棒を削る機械になるんですけど、こちらは変身ピンと
ポリゴンを検索する機械になります。多角形ができるってそういうことですね。はい。うんなのでもともとはこの機械が、カム検索版から始まりまして、10年を超えるロングセラー機になっています。でこの機械の魅力としてしましては、うちの対話システム、対話でできるんですか？そうですね、はい、円筒、変身ピン、ポリゴン検索を、誰でも簡単に自動加工のプログラムが作ることができます。じゃあ12角形みたいなの入れたらそれができちゃうんですか？こちらの形状データをまず今ひし形になってるんですけど、角形を選んでいただいて、あとはこの選択するデータを入れていただければ差しすることが可能です。すげえ、めっちゃ簡単ですね。そうです、簡単です。精度とかはどんな感じなんですか？こちらが形状精度としては、うちのテストピース、四角形の枠を加工した時の形状精度としては 2.6 ミクロン以下の形状を作ることが。2.6 ミクロン以下。この複雑な形で 2.6 ミクロン。そういうことですね。はい。なるほど。こちらが CNC 円筒検索版の GPL20B シリーズになります。はい、円筒検索版。はい、円筒検索版です。なるほど。こちらはもう小さいワークを高品質に高性能に加工する機械になります。さっきのようなポリゴンとか変身とかではなくて、シンプルなシャフトものを加工する機械になります。今回の GPL20B になりまして、砥石軸を同圧軸受けという油の力で保持するものにモデルチェンジをしまして、なるほど、高回転、光合精度、軸受けとなってまいります。どれぐらいの精度で加工できるんですか？新エンドでいうと、量産だけでは1ミクロン以下を余裕で出すことができる。余裕で言いましたよ。余裕で。桁が違うんですよね、桁がね。我々100分の1とかで、100分の1ミリとかでやってるから、ミクロンって言われてもピンとこないけど、余裕でいけると。余裕で、すごいね。これがもうこなれてるぐらい出してる機械と。そうですね。20年のロングセラー。顔みたいな機械ですよね。はい。なるほど。で、ちょっとワークの方行きましょうか。で、この辺がさっきのポリゴン加工機で加工したそうです。GPS で削ったワークになります。こちらのワークは、頂上制御というものを使いまして、六角形とその R 面をポリゴンで削ることができてます。本当や。つながりのところがそうですね。ちゃんとこれ何加工ですか？頂上制御って言います。頂上制御、聞いたことない。なので先ほどの砥石台が交代する動きに合わせてテーブルがトラバースする動きを合わせてこういう形状を加工することができます。でこちらがもう分かりやすいです。本当だ、鉛筆のあれみたいになってますね。ペーパーがついてます。はい。でしかも六角形。六角形になってます。頂上何でしたっけ？頂上制御。頂上制御はそうですね。なんか面作ってっていうイメージですけど、もう面頂点ってもう一貫してやってる。一貫してやってます。なるほど。で、表してテーブルも一緒に動いているので、テーパーもすることができるという機械になります。ポリゴンのテーパーもいけるんですか？つなげています。なるほど。つなぎを作ることができる。これどういったところで使われる部品なんですか？金型のパンチ向けとかで、居抜きのパンチによく使われますね。なるほど。これどれぐらいこういう検索系をやられてるんですか？検索としては60年。60年。で、メーカーとしては100年以上の歴史があります。そうなんですね。もともと食器メーカーとして始まりまして、食器。はい、織機のメーカーとして始まりまして、なるほど。でそこから工作機械メーカーになりまして60年を超えるメーカーとなりました。でも老舗でもう手慣れてるわけですね。そうです。もう円筒検索版一筋でやってきています。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、グローブさんのブースにやってきました。ご紹介お願いします。はじめまして、グローブジャパンの松本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず皆さんグローブっていう名前をなかなか聞かないと思うので、まずこういった、南ドイツのミュンヘン近郊の、メーカーっていうことをまず、ご紹介させていただきます。でまず意外と大きな会社でして、全世界で8400名と、あと受注高で昨年度ですと2600円で全世界6つの工場があるようなメーカーになっております。あとマシニングセンターも意外と製品出してまして、5軸のマシニングセンターでしたり、量産機で、あとギガキャスト向けの大きな加工機も含めてやっております。あとバッテリーとかモーターとかっていうものも作ってちょっとここで大体のものを作ってるんですけど、ワークを含めてご紹介できればなと思っていろいろやられてるんですね。そうですね。グローブといえばですよ、知る人は知ってると思うんですけど、独特のない5軸の軸構成があるんですけど、主軸がこうあって、そう、主軸があって、どうでしたっけ？主軸がねこうなるんですよね。そうですね、そうですね。でテーブルがこうなるんですよ。裏返が
いけるのその構成みたいな感じのやつなんですよね。そうですね。あ、こんな感じですね。オーバーヘッド加工。見た時はね、ちょっと度肝抜かされましたよね。こういった形で、これ航空系の向けなんですけど、180度完全にひっくり返して。切り子が全部下に行くから、掃除はめっちゃしやすいですよね。その通りですね。掃除がしやすいのと、切削時の熱の9割以上は切り子側に移るので、枠に切り子側からの熱が移って、精度変動が起きるということを極力減らしているということで、実利の精度に関しても自動化だとか、切り子はけだとかっていうメンテナンスに関しても何にもこうどこに対してもメリットがあるというふうな加工法になっています。しかもね、めちゃくちゃ長い工具もギュンと格納できるみたいな。ガンドレールみたいな加工も知ってました。そうですね。通常のこういったトンネルに隠れている動きがね、非常にダイナミックに動きます。で、この後にロングドリルが出てくるんですが、ここですね。ロングドリルが後ろから前から出てきて、さらにテーブルが回転して出てくる。こういった工具がなかなかテーブルに干渉しないような構造になっています。大体こういう新しいソリューション出てくるのドイツやねんから、悔しい、悔しいわほんまに。はい、これ動画見たわ。動画見た。エッフェル塔ね。はい、ありがとうございます。これ削り出しですかね、これ。なるほど。じゃあちょっと説明いただきたいなと思うんですけども。そうですね。私たちはいろんな部品を加工しています。で、航空系、自動車系、医療や金型含めて、ユニバーサルに対応できるっていうこと、万能に対応できるということで、ユニバーサルマシニングセンターとうちは名乗っています。で、こういった形で単品のエッフェル塔みたいな加工でしたり、航空系のサスペンションのベアリングブロックみたいな部品でしたり、ブレードでしたり、あとは珍しいのが先ほどいろんなことをやっていますよねっていうところの話なんですけど、うちは実は3D プリンターを最近始めまして、これ金属ですよね。そうですね、金属の 3D プリンターになっています。で、面白いのはこれ世界に一つしかない方法でして、アルミのワイヤーを持ってきてポットに溶かして、でそのポットからインクジェットプリンターのように積層していくっていう風な 3D プリンターになっています。なのでこれぐらいの大きさで通常パウダーとかを使うと、10時間とか20時間とかかかって当たり前のところなんですけど、2時間40分で積層ができます。でなおかつパウダーではないので、出てきたらもう特に粉の残りとかないので、前清掃も後清掃も必要ないといったところで、より量産に近いような 3D プリンターになっています。グローブというのはなかなか日本では知られてないメーカーだと思いますね。実際2019年に出てきて、まだまだコロナとかいろいろな状況で難しいところがあったので、今後先ほどご説明させていただいたように、軸構成だとかオーバーヘッドマシニング、ロングツールの使用、あとは今回ご紹介できないんですけど、自動化も含めてうちから提供できているものは非常に幅広いのですね。加工でお困りのことなどがあれば、ぜひ私の方でよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんも、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、村木さんのブースにやってきました。ご紹介お願いします。はい、株式会社村木です。切削工具、バリ取り工具をヨーロッパ、アメリカ、それからアジアから、輸入して、国内に販売させていただいております。なんとなくね、これ緑色のやつが気になりますけれども、どういったコンセプトで？今回これ、新発売ということでご紹介させていただいているんですけれども、はい、そうなんです。昨今はカーボンニュートラルということが巷で言われておりまして、空気消費量を減らせばその分だけ CO2 削減できるというコンセプトモデルになってます。ただそれだけでは面白くないので、エアアートを下げればさらに、はい、省エネで、エアアートを普通通りに使えば実は2割パワーアップという 2way モデル。なるほど。パワーを切り替えれるんですか？はい、そうなんです。これどこで切り替えるんですか？切り替えはコンプレッサーの圧力、はい、入り口の圧力を変えればということなんですね。はい、っていうようなものもありますよと。はい。でメインとしてはあちらってことですね。はい。私どものメインの商品はチョコバー、バーの方、はい、そうなんです。になりますので、消耗品ですけど、ちなみに私使ってますけど、ありがとうございます。メインで。メインはチョコバーと。チョコバー。はい。ちょっと見させてもらいましょうか。はい、というわけで、いっぱいね、いろんな種類が並んでる。いろんな形ありますね。先端形状が13種類で、シャンクの種類も2種類で、トータルで600アイテム超えるぐらいの非常に大きな多いバリエーションを持っております。なるほど。私がよく使っているのは言うたらここら辺ですかね。そうですね。細かいところを取るのにはこういった形のが適してますし、あとは広いところを取るの場合はこれとか、もう用途に応じていろんな形、いろんなサイズ、ご用意しております。なるほど。で、なんかね、気になりますよね、これね。これ何ですか？はい、これは自動機用のバリ取りホルダーになります。で、ここの部分がこのように10ミリストロークすることによって、
こういった立体形状のワークに対して習い加工をすることができると。ですのでプログラム工数ですとかティーチングの工数を減らしてバリ取りがすることができます。じゃあ仮に、ストローク状態が0の時に当たっている時と10ミリの時に当たっている時で、バリの幅バリ取り幅はあんま変わらないですか？ちょっと変わっちゃうんですけれども、このバリ取りホルダー、そのバネ圧とかのセッティングを自由にすることができるので、その影響を小さくすることができると。なるほど。じゃあ、あれですね、ある程度ラフに立体的なプログラムを作っておけば、誤差は割と少ないと。そうなんです。ですから、ここの高さ、ここの高さ、ここの高さ3つ高さを入れといて、もうここは成り行き、それでもう全然綺麗にバリが。なるほど。ゴリゴリの3次元パスを出さんでもいいってことですね。そうなんです。これはいいですね。でね、バリって微妙なんですよね。面取りとは違うバリっていうね。あとあれなんですよ、材料寸法が整ってない。そうなんです。鋳物の外形のバリ取りなんかですと、もう寸法が出てなくて困られてるユーザーさんいっぱいいらっしゃると思うんですけども、これはもう最適でして、今これ丸いのついてますけど、こんな三角のをくっつけてやっていくと綺麗にバリ取りができます。なるほど。このホルダー部分も作られてると。はい、そうなんです。セットで作られてる。ここにありますよ。これか。でこちらはマシニングで使えるタイプのバリ取りホルダーになってます。そういうこと。じゃあこれは何ですか？これは全部モーターまでついてるのでロボット用なんです。ロボット用とマシニング用とあると。これは圧縮。はい。縮む用。でこれが裏割りとかを取るやつ。なるほど。このバリ取りホルダーと刃物を両方とも、同時に発売しているのは私どもだけですので、お客様からそのバリ取りのご相談をいただいたときにトータルで、ソリューションを提供できるというのが私どもの強みになっております。なるほど。こういう事例がありますので、御社のこういうシチュエーションにはこの組み合わせでどうぞっていうことができるということなんですね。なるほど。それはやはりトータルでサポートしている方がやりやすいと。後半へ続く。